皆さんこんにちは、斉藤正光です。今日は少し私にとってハードルが高めのジョイント、ボックスジョイントという接合方法に挑戦しながら家具製作してみたいと思います。始める前に少しだけこの家具についてのストーリーを聞いてください。これからお見せする家具は私が以前勤めていた会社の上司からオーダーがあったテレビ台です。彼は今病気と闘っています。自宅療養中のベッドからテレビが見やすくなるようにしたいとのことで、私にオーダー家具を依頼してくれました。とても嬉しい注文でした。彼は長く私の上司だった人で、どうでしょう、10年くらいは一緒に働いたと思います。そして私がまだ社会人駆け出しの頃にたくさん指導をしてくれた恩師の一人と言えます。さらに一緒に2人で登山に出かけたりする友人の一人でもあります。そういうこともあって、彼が映像とかオーディオが好きで、たくさんのこだわりがあるということをしっかりと理解しています。65インチのどでかいソニー製の有機 EL ディスプレイに負けないような、しっかりマッチする家具を作っていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。今回使うのはアメリカンブラックチェリーの原材を使っていきます。アメリカンブラックチェリーは私が大好きな材料の一つです。ワクワクしますね。製材する前に荒っぽく木取りをしておきます。手押しカンナで一面平面を出しておきます。その反対側を自動カンナできれいにして均一な厚みに揃えます。3枚の板を1つの板に継いでいきます。目違いが起きないようにダボを中に入れています。はみ出た接着剤は後で厄介なので、きれいに水で拭き取っておきます。反対側からも均一な締め付けになるようにクランプをかけておきます。接着が終わったらもう一度自動カンナに通して表面をきれいにしておきます。表面がきれいになったらテーブル層で幅を揃えます。幅が揃ったら今度は長さをマイター層でカットしていきます。これで製材は完了です。続いてボックスジョイントをするためのジグプレートを作っていきます。フェードブレードを使ってその幅に合うキー溝を掘っています。その溝に対してぴったり合うキーを今度は接着していきます。そしてネジ止めしておきます。基本的には道具立てとしてはこれだけでボックスジョイントはできてしまいます。このキーのこの厚みが 12mm なので、ここも本来長いキーがあれば同じだけここにスペーサーとしてかましてこの位置をピタッと 12mm キーと同じだけ離すんですが、ちょっと今回キーがないので寸法で追いかけたいと思います。これでここをクランプで留めていきます。あとは刃の高さを実際にボックスジョイントするものよりもほんの少しだけ高く。ジグのセットアップが終わったら必ずテスト加工をしましょう。いらない材料を持ってきてボックスジョイントの隙間、はめ合いがきつすぎないか緩すぎないかを必ず確認してから本加工に進みましょう。ちょっとほんのちょっと緩いですね。こう自重で持ち上がってこない、持ち上がらないことはないけど、ただこの辺は完璧ですね。こ
結構フラッシュになっているのでいいとは思いますが、ちょっと緩いんで、そういう場合は、このジグのセットアップ、このジグの位置をこの場合だときつくするんで、もう少しこちら側へ動かしてもう一度テストカットしてみたいと思います。動かす量としては今回もうここは感覚になりますが、私の感覚でいうとこの、シックネスゲージですね、これを使ってコンマ1ミリ動かしたいと思います。100ミクロンほど、動かして調整してみたいと思います。こっち側の板をこちらに動かしたいので、こいつにクランプを挟んでやって、シックネスゲージを挟んだ状態でこのクランプをベースプレート側に突き当てます。こっち方向に押しますね。そうすると今ここにコンマ1の隙間がある状態でクランプを締めるので、結構きつめに締めておきましょう。でこれを抜けばここに今コンマ1の隙間がある状態ですね。で今度はここを緩めて、このベースプレートとこのジグの隙間が今こう動く形なので、さっき隙間が空いてたのでこれをこっち側に少し当ててやれば、これで当ててやればコンマ1右側にジグが動いたと、ジグプレートが動いたことになりますね。でここをクランプします。調整後にもう一度テスト加工をしておきます。フィット感としては完璧ですね。きつすぎず弱すぎずちゃんと入るし、ちゃんと抜けると。テスト加工はこれで終了にして、実際の加工を進めていきましょう。緊張しますね。きつめではありましたが、オフカメラできっちり入ることは確認することができました。では逆側へ進みましょう。一つの側がどういうわけかめちゃくちゃずれました。やっぱりこのジグを動かしている中でこのねマイターゲージのこの型分とか今測ってみると1箇所がコンマ5ぐらいこの指フィンガー部分がずれているので、それが重なっていって、この最後のこの重なりを見てほしいんですが、最後の部分がこんだけの寸法空いてなきゃいけないのに対してこれなんですね。こう誤差が積もり積もってこうなっちゃったというのがあるんで、いかがなものかなと。ちょっとこれはどうやってもはまんないのでちょっとやり直します。やっぱり間違いをなかなか修正できずにやり直してみましたけどうまくいかなかったです。でちょっとなんかおかしいと思ってよく見てみると90度のはずのマイターゲージの角度 1.5 度ぐらいずれてる感じですよね。でこの数字自体は実際信用はできないんですが、いつもここでスコヤで合わせてます。
この面に対して90度になるようにしてるんですが、見てください、この通り隙間だらけ。やっぱ何かでずれちゃったんですね。なのでズレがズレを呼んで、さっきみたいな結果になってしまったということで、ちょっと残念ではありますが、ゼロから作り直しましょう。今回はゼロからのやり直しです。製材からもう一度やり直しています。通常ここまで戻ってやり直すということはあまりないのですが、どうしても成功させたかった、このやり方でやりきりたかったので、もう一度製材からやり直すことにしました。板継ぎの精度もボックスジョイントの仕上がりに影響するので、できるだけまっすぐになるように板継ぎを実施しています。さあ、では作り直したジグでもう一度やっていきたいと思います。もしこれでうまくいかなかったら別の工法にチャレンジしようと思います。変更しようと思います。じゃあスタートします。これが安定しているのでうまくいくと思います。さて、超ドキドキですね。大丈夫そう。とりあえず仮組みちょっとでもきつめだな。きつめだけど、入った。とりあえず片側は成功ですね。いい感じ。ちょっとまだ怖くて全部押し込みませんが、いい感じです。1個目できましたね。問題は次です。このままやってみましょう。ではもう片側も引き続き加工していきます。緊張の一瞬ですね。もう一つ、良さげ。完璧。きつすぎず緩すぎず完璧。じゃあ今から接着剤をつけるんですが、このあられ組のボックスジョイントのところ以外のところに接着剤ができる限りつかないようにマスキングテープでカバーしておきます。直角も
OK です。あとは一晩待ちましょう。さあ一晩経ちました。ちゃんと接着することができたので、ここから綺麗に角を加工していきたいと思います。じゃあいろいろ加工してからここを綺麗にするの難しいので、かんなり一発、仕上げときたいと思います。この一手間が後の研磨を楽にします。カンナで平面を出しておくのがベストです。そして内側に大きな面取りをつけていきます。今回は大きい面取りをつけることで板厚を薄く見せるように工夫しました。そして大きな面取りをつけるときは一気に取ってしまわずにほんの少しずつ加工すると安全に加工することができます。このようにかなり大きい面取りをつけることができました。そして面取りをつけた後、どうしてもこの焦げた跡が残ってしまうところや細かいところはやはり手での研磨が必要になってきます。角の研磨、特に入り墨は元の形をできるだけ変えないように研磨するのは本当に大変ですが、少しずつ取っていきます。そうすると焦げていた跡はこの通りです。外側の角もこの鉛筆で描いた通りに丸くしていこうと思っています。コンパスがなかったのでフリーハンドで描いてみました。じゃあここを丸く仕上げていこうかなと思います。いつもしつこく言っていますが、細かいところや角の仕上げは手仕上げがおすすめです。やはり元の加工線を崩してしまわないようにした方が仕上がりが綺麗に見えます。そして広い面積は電動工具を使ってズバッと一気にやってしまいましょう。120番から始めて仕上げは400番まで仕上げています。さあここからはいつも通りナレーションは必要ありませんね。ただもし一つだけ言っておくことがあるとすれば、このオイルには色はついていません。この色は木本来の色です。
ケーブルも HDMI も全部抜けちゃうんじゃないかなと思う。長くないよね線が。右に寄せて、こっちに寄せてこうしてね。じゃあもうちょっとこっちに寄せて、できるだけこう、斜め。よいしょ。よっ。ああ、いい感じいい感じ。これで、はい。こうしたら、ああ、いけそういけそう。手軽な。よくできました。いかがだったでしょうか。失敗しながらも自分の納得いく工法、見せ方、仕上げで答えたい、そう思いながらちょっと熱が入ったように思いますね。思った通りきっちりとベッドのフットボードギリギリがテレビの下の端と一致するというような完璧な設計だったと自画自賛しています。設置した後とても喜んでもらえたのが印象的でした。彼が少しでも良くなることを祈っています。ここで少しだけお知らせです。登録者数1万人の記念として今クレッグのこのポケットホールジグをプレゼントするという企画をやっています。見ていただいている今まだ間に合うようでしたらぜひご応募ください。またこのチャンネルをサポートしていただける方はメンバーシップも検討してください。木工に関する疑問質問に私が直接お答えしてアドバイスさせていただいております。ということで今日の動画気に入っていただけた方、少しでも役に立ったと思っていただける方はいいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。